ステップスポーツ静岡店の小山めぐです。今回は本気ならアシックス、小山めぐも愛用中のアシックスマジックスピード100キロレビューをさせていただきます。メーカーはサブ3からサブ 3.5 向けとお話ししておりますが、実際どうなのよと気になる方も多いと思います。そこで実際サブ 3.5 達成のために練習中の私がスピード練習、距離走、ジョグといった様々なメニューで走ってみましたので、メニューごとでの履いた感想をお話しさせていただきます。ちなみに商品の詳しい説明は以前ミヤネが動画で解説しておりますので、この動画では割愛いたします。今回はあくまで私が走った感想を忖度なしでお話ししていきますよ。皆さんが気になるであろう耐久性のお話もさせていただきますので、ぜひ最後までご視聴よろしくお願いいたします。それでは100キロレビューに行ってみよう。こちらが実際私が使用したマジックスピードになります。まず私がお伝えしたいことは、とにかく安定感がすごいということです。このシューズではカーボンプレートが前足部だけに入っていることもあって、フルレングスでカーボンプレートが使用されているシューズとは全く違う履き心地でした。シューズからの矯正される感じが少ないので、自分のペースで走りやすい印象でした。ちなみにソールはフライトフォームブラストが使用されているということで、履くまではこのふわふわの履き心地をイメージしていましたが、全く今回違いました。むしろちょっと硬めの感触でした。これによりクッションがぐにゅっと沈む感覚や横にブレるという感覚が全くありませんでした。これは前足部のカーボンプレートの他にも、伸びにくいやや張りのあるアッパーやグリップ性の高いこの A ハーが使われていることも理由だと思います。これらは足首が柔らかい私にとってはかなり好感触です。そして実際走ってみると無理なく自然とスピードが上がります。ミヤネも言っておりましたが、シューズに走らされるようなこの強制感はなく、スピードに乗りやすいけど、でもしっかりと自分の感覚で一歩一歩設置ができる感覚です。私の場合は足がこう流れやすいので、このシューズのように押し出すポイントが分かりやすいとすごくありがたいです。では実際それぞれのメニューごとに走ってみた感想をお話ししていきます。まずスピード練習での使用感です。今回は 1000m のインターバル走で使用しました。突然ですが余談です。この時脇竹店長と私走ったんですけど、やっぱり設定4分半のつもりでいたんですよ。そう、4分半で走りたかったんです。でもですね、脇竹店長はそんなの完全無視で、1本目なんと4分2で入ったんですよ。このままで行くしかないじゃんってなって、この時4分2、4分7、4分12という結果で終わりました。その中で感じたことは、前半からすごく自然とスピードに乗りやすく、正直このシューズなら4分半より速いペースでかなり気持ちよく走れるように感じました。サブ3クラスの方であれば、脚力がある方であれば、もちろん4分切りも余裕かと思います。実際、私自身久しぶりのインターバルということもあって、最後はヘロヘロだったんですけど、そんな中でも設置が全くブレる感じがしないのと、しっかり最後まで切り出せるように感じました。今まで履いたことのある厚底シューズだと不安定さがややあったり、屈曲感が硬いこともあって、私の筋力だと蹴りきれないと感じるものが多かったです。その点でこのシューズの良さを感じました。ただですね、この時気になる点が2つありました。まず1つ目は、普段ピッチ走法の方だと疲れてきて足が動かなくなってきた時、フォームがややバタつき始めるかもしれません。私はもともとピッチ走法で走るのですが、マジックスピードはストライド向けと言われるメタスピードスカイと同じく 5mm ドロップで設計されているので、走り始めは私でも自然とストライドが伸びる感覚がつかめました。ただ疲れてくるとストライドは伸びても、そこから体に引き戻せなくなってきて、フォームが崩れてくるように感じました。これはストライド走法に慣れていないということと、スピード練習ができる脚力が十分に備わっていないことも原因だと思います。逆を言うと、ストライドを広げることに体が慣れ始めれば、自然とスピードもついてくるので、トレーニングではむしろガンガン使いたいと思っておりますし、
ピッチ走法の方でもまずは練習で一度履いてみてほしいです。2つ目は普段厚底シューズに慣れている方にとってはややクッションが硬く感じるかもしれません。私はスピード練習では主にナイキのエアーズームテンポネクストパーセントを履いてきました。このクッション性に慣れている私にとって体が疲れてくるとクッションがやっぱりちょっと硬く感じ始めます。ただこれはクッションに慣れすぎてしまったがゆえであり、その分疲れてきた時もこの接地の安定感を保ってくれる点に関してはピカイチだと思います。そういったバランスを考えるとこの多少の硬さは気にならないかなと私は感じております。次に距離走での使用感です。20キロをだいたい5分20秒くらいのペースで走りましたが、このくらいのペースだったら無理なく走り続けられました。もちろんサブ 3.5 狙いの方が練習用のペースにされる5分から5分10秒くらいのペースだったらもっと気持ちよく走れるかと思います。シューズのグリップ力が強く力を逃がさず最後までしっかり蹴りやすいソールになっていることもあって省エネで速いスピードで走れるシューズになっております。ただこればっかりは私の走力不足もありますが、疲れてきてもしっかり地面を押せてしまうのでややふくらはぎに張りを後半感じてしまいました。そこから少しペースを落とそうとしましたが、グリップの良さだったりストライド重視のシューズということもあってブレーキをかけているように感じました。あとですね、もう一つ気になる点があります。かかとの素材がやや硬いこととヒールが高い設計のため距離を走ると靴ずれを最初起こしちゃいました。特に足首が柔らかくこんな感じで蹴ってしまう方だとここの部分がちょっと当たりが気になるかもしれないです。ただ今は生地も馴染んできて気にならなくなったので履き始めちょっとここが当たり気になるなっていう方は足首まであるソックスで履き慣らすことをおすすめします。最後にジョグでの使用感です。ペースはだいたい6キロ6分から6分半ぐらいで試しました。率直に言いますとジョグには向いておりません。ゆっくり走ろうとすると無理にペースを落としてる感覚になってもっとスピード上げたいのにっていう感覚になり余計なブレーキがかかってかえって足が疲れるように感じました。ただ普段からキロ6分から6分半くらいのペースをベースに練習している方もペースを上げた練習を取り入れたいとかカーボン入りシューズを実際試してみたいという方はありだと思います。ただこの時一足で練習を賄うのではなくあくまでも履き分けをして使用するということがおすすめになってきます。じゃあマジックスピードをスピード練習用やレース用にしてジョグ用は何がおすすめか同メーカーのアシックスで考えてみました。マジックスピードと似た接地感でクッション性を感じたい方はグライドライド2、そしてスピードを安定させて足を守り負荷なく走りたい方は GT2009 をおすすめしたいです。こちらもぜひ履き分けの参考にしてみてください。では最後に皆さん気になる耐久性です。こちらが新品のマジックスピードで、こっちが私が実際に履いているマジックスピードになります。こんな感じでもう100キロ程度であれば正直このミッドソールのシワとかも全然気にならないと思います。ソールの削れもあんまり違いが分かりにくいと思います。なんならアッパーが足に馴染んできてさらにフィット感が良くなったようにも思います。耐久性の良さから練習でガンガン走れるところも嬉しいポイントの一つですね。100キロでもこのソールの減り具合が分かりにくいことを見ると大体練習で600とか700ぐらいは700キロぐらいは走っていただけるんじゃないかなと思います。ただもともとそこまで弾力感がないシューズなので私のように怪我しがちな方の場合は無理しすぎちゃうと故障の原因になる可能性もありますのでぜひそちら十分注意してください。最後までご視聴ありがとうございました。総評してかなりいいシューズになっております。100キロ走って改めてスピード向けということが分かったのでガンガンこのシューズで走って自分自身の走力を上げていきたいです。スピードの出しやすさ、安定感、軽さ、そして耐久性においてとてもバランス力の高い一足となっております。クッションの弾力感とかふわふわ感をちょっ
と感じにくい点が気になる方も多いかもしれませんが、その分安定感の凄さは他のシューズに比べて魅力が大きいと思います。ですので足首の柔らかい女性ランナーの皆様にもぜひおすすめしたいです。私自身素直に次のレースで履いてみたい一足です。なかなかレース情報は少ないですけどね、とにかく次のレースではサブ3点を達成できるように引き続き練習に励んでいきます。ちなみに私の練習に関しては私のインスタグラムのアカウントで公開中ですので、ぜひフォローといいねをお待ちしております。では今回の動画につきまして高評価、低評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではバイバーイ。はい、最後までご視聴ありがとうございました。テップスポーツカナダ店のマキです。はい、ありがとうございます。さて、脇なんとかさんから始まりました、この100キロ企画。ついで、ひろいち、そして今回、小屋面が挑戦してくれました。となると、次は、グルービーの出番ですよね。ぜひ、グルービーには100キロと言わず、500キロ走って、ぜひ、素晴らしい研究データを提供していただければと思います。皆さんもぜひ楽しみにお待ちください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。